こちらでは、バイクツーリングが趣味、寝具販売スタッフのマリコの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、春の湖畔。バイクがつなぐ恋。新緑が鮮やかに燃える山間を、縫うように続くドライブロード。津田マリコの愛車、鮮やかな赤い川崎製のマイクは、心地よいエンジン音を響かせながら、木漏れ日の中を滑るように進んでいた。マリコにとって、週末のソロツーリングは、心と体を解放する大切な時間だ。ヘルメットの中で軽く鼻歌を歌いながら、今日の目的地である愛知県豊田市の山奥にあるダムを目指していた。SNS で見つけて一目惚れした景色を、実際に自分の目で見てみるために来たのだ。バイクの動きを体で感じながら気持ちよくバイクを操作してドライブロードを抜けていく。視界が開けると巨大なコンクリートの壁が目に飛び込んできた。周囲の緑を映し込むように静かに水をたたえるダム湖。その堂々とした姿は自然の雄大さと人間の技術力の融合を感じさせた。マリコはバイクをダムサイトの駐車場に止め、ヘルメットを脱いだ。吹き抜ける風が心地よい。ダム湖を見下ろすように設けられた遊歩道を歩き始めたマリコは、その雄大な景色を写真に収めようと、スマートフォンを取り出した。その時だった。少し離れた場所で、マリコと同じようにダム湖を眺めている男性の姿が目に入った。彼の傍らには、青色のホンダ製バイク。クラシカルな佇まいに、彼もバイクを大切にしていることが伺えた。マリコと同じように、スマートフォンで熱心に撮影している。すると、ふと目が合った。彼は少し驚いたように目を丸くしたが、すぐに穏やかな笑顔を返してくれた。すごく綺麗な眺めですね、と、自然な声で話しかけてきた。マリコもつられて微笑んだ。本当に、こんなに綺麗な景色を見られるとは思いませんでした。彼もうなずいた。僕も SNS で見て、一度来てみたかったんです。まさか、同じようにバイクで来ている人がいるとは思いませんでした。話の流れで、二人が今日、特に誰かと待ち合わせをしたわけでもなく、偶然この場所を目指してきたことを知った。バイクという共通の趣味がある二人は、初めて会ったとは思えないほど打ち解けていった。彼の名前は、山田匠。物静かな中に、時折見せる笑顔が魅力的な男性だった。遊歩道を二人で歩きながら、最近気になるバイクのメンテナンスや気になるパーツ、これまで訪れたツーリングスポット等の話題で盛り上がった。共通の趣味、そして目の前にある雄大な景色を共有することで会話は尽きることがなかった。時刻は昼過ぎ、ダムに併設されたレストハウスで名物のダムカレーを二人で食べることにした。ご飯がダムの手板のように盛り付けられ、ルーが湖に見立てられたユニークなカレーを前に、二人は顔を見合わせて笑った。面白いですね、これとマリコが言えば、味もなかなか美味しいですよ、と、匠が答えた。カレーを平らげ、二人はレストハウスのデッキに出た。眼下には広大なダム湖と、それを囲む緑豊かな山々が広がっている。心地よい風を感じながら、二人はベンチに腰を下ろし、静かに景色を眺めた。言葉数は多くなかったけれど、隣に誰かの存在を感じる温かさが、二人の間に心地よい空気を作り出していた。匠が用意してくれた温かいコーヒーを飲みながら、マリコはふと、自分の心に今まで感じたことのない穏やかな感情が芽生えていることに気づいた。それは、友情よりも少しだけ特別な、優しい光を帯びたものだった。別れの時間が近づいていた。匠が時計を見るのを見て、マリコは少しだけ名残惜しい気持ちになった。今日は本当に思いがけない出会いがあって楽しかったですと、素直な気持ちを伝えた。匠も穏やかに微笑んだ。僕もです。ダムの景色も素晴らしかったけど、マリコさんと話せたことが今日一番の思い出になりました。連絡先を交換し、お互いの安全を祈りながら、二人はそれぞれのバイクにまたがった。エンジンをかけ、匠は手を振って先に走り出した。マリコは、匠が走り去った道をしばらく見つめていた。マリコはすぐにはバイクで走り出すことができず、その場に佇んでいた。帰り道、ヘルメットの中で、
今日の出来事を何度も思い返した。ダムの雄大さ、そこで味わったダムカレーのユニークさ、そして、匠との穏やかな時間。風を切るたびに、彼の優しい眼差しが思い出される。自宅に戻り、バイクを車庫にしまう。今日のツーリングはいつもとは違う、特別な記憶を心に刻んだ。予期せぬ場所での温かい出会い。山々に吹く風に乗って、マリコの心に芽生えた小さな感情は、これからゆっくりと、しかし確かに育っていく予感がした。明日からの日常が少しだけ色鮮やかに感じられる。そんな予感を感じながら、マリコはこだわりの寝具に身を包み、夜の眠りについた。さて今回はですね、リスナーの方から共有いただいた短編小説、春の湖畔バイクがつなぐ恋ですか。これをちょっと深く見ていきましょうか。はい。ツーリングが趣味の、若い女性が主人公で、旅先で偶然出会った男性と心を通さえていくと、そういうお話ですね。そうですね。主人公は津田真理子さん、21歳、寝具の販売員で。プロフィールもちゃんとあるんですね。で、愛車が赤い川崎のバイク。かっこいいですね。で、彼女がソロツーリングで、愛知県の豊田市にあるダムを目指すところから始まりますね。なるほど。一人でバイクに乗る時間っていうのが彼女にとっては大事なリフレッシュの時間なんでしょうね。そうみたいですね。日常から離れて自分をリセットするような。で、今回の分析としては、この短い物語の中で描かれている偶然の出会いと、あと共通の趣味、これがどうつながっていくか。はい。そして登場人物の、心の動きですね。このあたりを見ていきたいなと。これを聞いているあなたにとってどんな発見があるか、一緒に探っていきましょう。まず物語の始まりですけど、マリコさんが新緑の山道をバイクで走って SNS で見つけたっていうダムに向かう。この一人で目的地を目指すっていう時点でもなんか日常とは違うスイッチが入ってる感じがしますよね。そうですね。旅先というか普段と違う場所に身を置くと心も少しオープンになるっていうのはあるかもしれませんね。で、ダムについてその景色にわーって感動してるところに同じようにダムを眺めてる男性がいたと。山田匠さん。そうです。彼も青いホンダのバイクで来てて、本当に偶然同じ場所に来ていた。ここがまず物語のスタート地点ですね。いや、面白いのが本当に初めて会ったばっかりなのにバイクっていう共通点があるだけですぐに打ち解けちゃうんですよね。メンテナンスの話とかツーリングスポットの話とかですごく盛り上がったって書かれてます。そうですね。やっぱり共通の関心事、特にバイクみたいに、少し専門的な趣味だとただ話題が合うっていうだけじゃなくて、なんていうか価値観とかライフスタイルの一部を共有しているような感覚になりやすいのかもしれないですね。なるほど。それが初対面の心理的な壁みたいなものをぐっと低くする効果があるんじゃないかと。確かに単なる会話のきっかけじゃなくて関係性が一気に進む加速装置みたいな感じなんですね。そう、そんなイメージですね。会話がすごく自然に弾んでいく様子が描かれてます。で、その後のダムカレーのシーン。ありましたね。ダムに併設されてるレストハウスで名物らしいダムカレーを一緒に食べる。ご飯が堤防でルーが湖。そうユニークですよね。あれも場の雰囲気を合わせてる感じがします。食事を一緒にするっていうのはやっぱりパーソナルな距離がまた少し縮まる行為ですよね。で、食後のコーヒー、レストハウスのデッキで、ここで大事なのは会話が途切れても気まずくないっていう心地よい沈黙が流れるところかなと。わかります。言葉がなくても大丈夫な空気感。そうなんです。言葉を交わさなくてもなんか場の空気を共有してリラックスできてる。この静かなでも満たされた時間の中でマリコさんは匠さんに対してちょっと特別な感情、友情とは違う何かを感じ始めるわけですよね。なるほど。賑やかな会話から今度は静かな共感へと関係性の深まり方が変わっていく瞬間ですね。なんでこの静かな時間にマリコさんの心は動いたんでしょうかね。一つにはやっぱり旅先っていう非日常の開放感。それとバイクっていう共通の土台から生まれた安心感もあるでしょうね。確かに。その上で言葉に頼らないコミュニケーション、つまり沈黙を共有できたっていうのが、相手へのもっと深い信頼感とか心地よさにつながって、それが特別な感情への入り口になったのかなと。
そんな風に読み取れますね。そして楽しい時間はあっという間で別れの時が来ると。連絡先を交換して。ここも現代的ですよね。で、匠さんを見送った後、マリコさんがすぐにはバイクで走り出さないで少しの間その場に佇むっていう描写があるじゃないですか。ありましたね。印象的なシーンです。この佇むっていうところにどんな思いが込められてると思いますか？単に言っちゃったなっていう名残惜しさだけでもない気がしますね。なんというか予期せぬ出会いがもたらした感情の波、それがすごく心地よくて、でも日常に戻ったらどうなるんだろうみたいな期待とほんの少しの戸惑いというか、その余韻を確かめてるような時間だったんじゃないでしょうかね。短い時間だったけど確実に自分の心に何かが起きたっていう、その感覚をかみしめてるような。なるほどな。で、帰り道、マリコさんは今回の出来事、特に匠さんと過ごした穏やかな時間を繰り返し思い出すと、予期せぬ出会いがこれからの日常に何か新しい彩りを与えてくれるかもしれない、そんな予感を抱かせる終わり方ですよね。というわけで今回は短編小説「春の湖畔バイクがつなぐ恋」を、深掘りしてきました。偶然の出会いから始まって共通の趣味がどう作用して関係が深まっていくか、そして登場人物の細やかな心の動き見てきましたね。短い物語なんですけど、出会いのきっかけから関係性の変化、感情の芽生えまですごく凝縮されてましたね。日常からちょっと離れた場所での出来事っていうのがいかに人の心に影響を与えるか、そのあたりも興味深かったです。そうですね。共有されたソースからはそういう心の機微が確かに読み取れました。さて、これを聞いてくださっているあなたに最後に一つ問いかけてみたいと思います。あなた自身の経験の中で何か共通の趣味とか関心事がきっかけで誰かとの距離がぐっと縮まった、そんな瞬間ってありますか？あるいはもしそういう偶然の出会いがあってそれを大切に育んでいきたいなと思ったら何が大事になると思いますか？なるほど。ちょっとご自身の経験とか考えを巡らせてみてください。最後まで聞いていただきありがとうございます。マリコのプロフィールはこちらです。趣味はバイクツーリング、21歳の寝具販売スタッフです。彼女のイラストギャラリーとショートアニメ動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。